Hey guys, welcome back to my channel. This is my car. 今日は僕の愛車紹介をしていきたいと思います。In my garage ということで、僕のね、ガレージハウスのガレージで、ちょっと僕の愛車を紹介していきたいと思います。ところどころね、ガレージ、今、正月で散らかってるんですけど、僕の愛車は981のケイマンのグレードが GTS っていうグレードの車になってます。で、色はね、ガーズレッドっていう色になります。で、ガーズレッドとか赤って結構日焼けで色がね、やれちゃったりとかしたりするんですけど、僕のね、この愛車に関しては前のオーナーさんの、僕の前に2人か3人オーナーさんがいて、その前のオーナーさんたちも国内保管されてて、で、前側ですね、プロテクションフィルムが施工してあるようなね、車両になるんで、非常に塗装の状態がいいという感じになってます。でね、このヘッドライト周りとかもプロテクションフィルム貼ってあって、結構その日に当たってるポルシェとかって、ここ結構クラックって言ってガビガビになっちゃったりとか、ヘッドライトが結構やれちゃうんですけど、屋内保管っていうのと、あとはプロテクションフィルム貼ってあるっていうことで結構綺麗な状態、ほぼもう傷一つないんじゃないかっていうぐらい綺麗な状態を保っていらっしゃいます、このお車。前のオーナーさんがね、カスタムでここにメッシュのグリルを入れてるんですけど、ここね、メッシュグリルあることによって落ち葉とか飛び石がここに入らない仕様になってて、めちゃくちゃいいんですよね、ここにメッシュグリルあると。 GT4 とかスパイダーとか GT3 とか GT4 とかそういうモデルにはここの部分にメッシュのグリルがねついてるんですけど、これはもともとついてないんですよね。で、ここ結構飛び石もらいやすいね形状とか場所なんで、しかもラジエーターもあるんで、ここに飛び石だったりとか落ち葉とかが入らないように前のオーナーさんがここにメッシュグリルを入れてくださってます。そうですね、前のこっちの方も一緒ですね。こっちの方にも入ってます。ここはもうだいぶあるのとないので違う気がしてますね。ホイールがオプションのホイールですね。これはオプションのカレラクラシックホイール。このホイール結構好きなんですよね、僕。まあ結構好きな理由としては、ちょっと今この間雨の日に走ったんで汚れてるんですけど、ブレーキダストが目立たないんですよ、このホイール。ブレーキのダスト全然目立たないんで、もう綺麗に保ってるっていうので言うと、このホイールめちゃくちゃ綺麗に保ちやすいホイールですね。これもね、一応オプションのホイールになってます。もうこんな感じで、ちょっとまあ多少汚れてはいるんですけど、ブレーキダストっていう感じの汚れは本当に目立たないと思う。ここがね、サテンっぽくなってるんですよね。ラメが入ってる。サイドには GTS のステッカーが貼ってあります。これはまあ GTS、大体の GTS がここにステッカー貼ってあるんじゃないかなって思います。てか今、めちゃくちゃここにさ、自転車反射してるんだけど、もう本当にこんなに綺麗に反射するぐらい塗装の状態がいいってことですね。本当に。綺麗に反射してるな。イエーイ。はい。ということで、リアビューは、こんな感じです。前のね、僕の981の黒いケイマンは、このテールライトをこの GTS のものに変えてたんですけど、GTS は標準でこれがついてきます。はい。で、俺気のせいなのか、ちょっとわかんないんですけど、スポイラーの角度が、普通のそのベースのケイマンより、なんかスポイラーの角度が、ちょっと、こうなってる気がする。気のせいかもしれないんですけど、なんかちょっと角度があるかなって気がしてます。で、ここですね。ポルシェケイマン GTS。これはもともと最初からブラックアウトした
ものになってます。ディフューザーですね。ディフューザーもかっこいいよね、この形ね。ベースのケイマンは、ここが水平に2本こういう感じで灰になってたんですけど、穴が開いててね。そう。GTS になるとここが縦に線が入ってるような感じになってます。てかガーズレッドがマジでケイマン GTS とあとボクスター S に似合う色だなってめちゃくちゃ思うんですよね。かっこいいな、赤って。じゃあちょっととりあえずコールドスタートしてみましょうか。内装を紹介していきますか。あれ？ハンドル元に戻ってないって思いましたよね。ハンドルはね、元に戻しました。で、今現在の走行距離が31,999。あと1キロ走ったら、32,000キロですね。ハンドルはね、ちょっとなんで戻したのかっていうところで言うとね、いろいろあるんですけど、おいおいどっかの動画でお話ししようかなと思いますね。で、スポーツ黒のパッケージついてます。ここがね、赤いスポーツ黒のになってるので、なかなか珍しいんじゃないかなと思います。ここに、ポルシェの911の置物があるんですけど、これ何かっていうと、これディフューザーなんですよ。ここから匂いが出てます。で、めちゃくちゃね、いい匂いなんですよね。インテリア周りはね、本当にシンプルに作られてる答えなんで、もうレザーとアルカンターラでシルバーっていう感じでね、作られてます。ここのアルカンターラやっぱりね、ちょっと剥げてくるね。オプションがスポーツプラススポーツエキゾースト、スポーツシャーシーってやつですね。これはもう最初からさすが硬いやつ、アクティブサスペンションがついてないモデルになります。これはない装備で言うとね、電動角のミラーがないっていうね、ちょっと悲しい。別に慣れたらそうでもないですよ。自分で手動でやるのも。でオートエアコンがついてないのかな。でオートエアコンはついてないです。ちなみにレザーのシートに GTS のロゴが入ってます。でなんといってもこのね、差し色のシートベルトですよ。差し色のシートベルト、いやー、なんか気分が上がるよね。このシートベルトを褒められることめっちゃ多いです。シートベルトの色も赤なのいいねって言ってくれること多いですね。友達とかデート行ったりした時に女の人から赤かわいいって言ってもらいます。いいですはい、ということで前回の僕の愛車紹介動画でも維持費周りをね喋ったと思うんですけど、今回もね維持費お話ししていこうと思います。でまず保険ですね。保険は前のケイマンと一緒。ほぼ一緒。車両、等級が1個上がってるっていうのと、差額 GTS とベースグレードの差額はほとんどないですね。1万円ぐらいかな。変わって。だから GTS に変えるときに保険料追加で払ったのも1万円払ったかなぐらい。なんであんまり変わんなかったです。保険料としては。で、駐車場代はもう僕の場合は家賃に含まれてるんで、家賃分払ってたらいつでも駐車できるって感じなんで、駐車場代はまず、いくらっていう計算ができないか。あとローンですね。ローンはですね、今毎月だいたい5万円ぐらい
払ってます。はい。頭金を入れたので、結構今回は、ローン、毎月5万円ずつ払ってます。今回、この動画でね、おすすめのね、ローンの組み方っていうところで、こういうサービスがあるよっていうサービスを紹介するんですけど、クラウドローンっていうサービスがあるんですよ。ローンって大きく分けて、銀行ローンとディーラーローンがあるんですけど、銀行ローンの方が、金利が安いんですよ。で、ディーラーローンは審査が通りやすい。その代わりに金利が高いみたいなのがあるんですけど、で銀行ローンってあんま馴染みなくないですか？で銀行ローンどうやって審査行ったらいいんだろうとか、どこの銀行がいいのかなっていうのが結構あると思うんですけど、そんな銀行のローンをクラウドローンさんが提携している銀行さんの中から審査をして、A の銀行だったら金利いくらでいくらまで借りれますと。B の銀行だったら金利いくらでいくらまで借りれますみたいな。っていう、一括査定サイトみたいな感じですね。一括でローンの審査ができるサイトがあるんですけど、それめちゃくちゃ便利じゃないですか。でクラウドローンさんの使い方なんですけど、もうサイトにアクセスして、もう自分の年収だったりとか、もうそういう、個人情報になるんですけど、個人情報とかそういうものを入れていただいて、で、そこで審査をかけますと。だいたい1日2日ぐらいでその審査の結果が返ってきて、で、自分はいくら借りれます。みたいなのが見れるっていう感じのシステムになってます。皆さんだいたい先に車を見に行ってからローンを組むみたいなことが多いと思うんですけど、クラウドローンさんは逆もできるんですよ。例えばローンを先に通して、で、自分がいくら借りれるのか、このぐらいの金額借りれますっていうのを確定してから、そこの予算で、車を探しに行くっていうこともできます。はい。一回ローンを通したら3ヶ月間、そのローンが通ったっていうのは有効なので、その3ヶ月間は借りれるっていうのが確定した状態になってるので、その確定した金額をもとに車を探しに行くっていうこともできるようになってます。もう今すでにね、車を持っている方も、そこで組んだローンの金利が、例えば、高いと。4%、5%、6% あるかもしれないですけど、その金額の金利高いじゃないですか。4%、5%、6% って。もうすでに高い金利で借りてる方も借り換えができるんですよ。そのクラウドローンさんで、その金額借り換えしたいなって思って、ローン通して安い金利でローンが通れば借り換えができるっていうこともできるので、今、これから車を買う人以外も当てはまる内容なんじゃないかなと思います。だからそれこそ月々のお支払いをね、見直したい方とか、例えばローンの金利が変わるだけで、月々の支払いが数千円変わるかもしれないし、もう人によっては数万円変わることもあるかもしれないんで、その金利次第ですけど、もしかしたら、借り換えをしたら、めちゃくちゃ金利安くなって、支払いもね、しやすくなるとか、そういうこともあると思うんで、もしよかったらね、皆さん、クラウドローンのサービス、ぜひ使ってみてください。はい。もしね、そのクラウドローンのサービス気になった方は概要欄にちょっとリンク貼っておくので、ぜひ皆さん使ってみてください。はい。ということで、この動画がいいと思ってくれた方はぜひ、グッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。マキでした。